はい、こんばんは。はるけです。今回は新イベント、レディオアクティブ選手のティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントで来た選手、ハイスの選手、そして SBC だったり目標で来た選手をティアリストにまとめてます。じゃあそれでは早速紹介をしていきます。こちらが新イベント、レディオアクティブの選手たちのティアリストになります。まずは D ですね。D はですね、ウェア、そしてカルロス・ベラ、この2名を入れました。ウェアに関しては、スピードはある。ウイングバック、サイドアタッカーの選手になるんですけれども、それ以外がそこまでちょっと、微妙という選手になってしまいますね。敏捷性は高くてね、持ちやすさっていうのはあるんですけれども、パスも特段うまくはないですし、逆足も3という、そういう選手にはなるんで、かつディフェンス能力も高くないし、守備能力、フィジカルの部分もそこまで強くはないんで、結構中途半端に映る選手に、なりますね。スパサブとして、後半途中ぐらいからウイングバック起用とかっていうのは全然ありだというふうに思うんですけれども、ただ、結構代わりが効いてしまう、他の選手でいいかなというふうに思う選手になりますね。で、そしてカルロス・ベラですね。ベラに関してはですね、プレイスタイルが非常に多くついていて、プラスはないですけれども、計7つのプレイスタイルを持っているというところは、非常に素晴らしいんじゃないかなと思います。ただね、逆足が3っていう風なとこ、プラス、能力がそこまで上がってはないんです。高くはない選手に、なるんですよね。だから、ウインガーとしてのスピードとかドリブルっていうのもそこまで、高くはないですし、もうちょっと欲しいなと思う選手ですし、パスも、めっちゃうまいっていう方ではなくって、で、シュートもね、特段めっちゃうまいっていうほどではないんで、ちょっと、この人も能力上がってれば、またちょっと違った選手にはなるんですけど、ただ、別にベラじゃなくてもいいですし、他の選手、他のウインガーとか前線の選手、アタッカーの選手でいいかなというふうに思います。で、そして続いては C ですね。C はですね、シャキリ、そしてプッキ、そしてエリクセン、この3名を入れました。まずはレディオアクティブ、シャキリですね。シャキリ、スキル5、逆足4っていうのは非常に素晴らしいと思いますし、結構ね、ドリブルも軽くって、ある程度扱いやすい選手にはなるんですけど、ただ、やっぱりスピード面もね、もうちょっとあった方が、しっかりと抜き去ることが、できますし、ちょっとね、この人もスキル逆足が良かっただけに、能力が上がりきってないなっていう印象が、ありますね。値段は安いし、君の部分でもね、この新イベントはそこまで気にする必要もないので、値段も安く、コスパはいい選手にはなるんですけれども、ただ、爆発的な力っていうのはそこまで持ってない選手に、なりますね。で、そして、プッキですね。プッキはですね、意外と ST の選手としては良くって、スピードもある程度あって、シュートもね、決めきれる、冷静さが高いっていうのも素晴らしいと思いますし、パスもね、結構上手い選手になるので、スキル3でもある程度パスで叩きながら、チームのために働けるという選手になりますね。なんで、悪くはないんですけど、ただやっぱり、同じスキル3だったら、ケインとか、ハーランドとかの方がよりスピードでいけたりとか、はするので、なかなかちょっと難しい選手にはなってしまうかなというふうには思いますね。意外とプッキやれるやんみたいな選手にはなるんですけど、ただスタメン級という、B ランクにはいかないかなというふうに思います。悪くはないんですけどっていう感じ、惜しかったですね、プッキに関しても。で、そして、エリクセンですね。続いてエリクセン。エリクセンもね、全然悪くはないんですけど、パスが非常にうまくって、中盤としてパスミスをしない、あとはラストパスを出せるという選手に、なりますけど、ただそれ以外が、ちょっと物足りないかなっていう風に思いますね。もちろんこの人もスキル逆足っていうのは素晴らしいです。逆足5で両足からね、パスがしっかり出せる選手でずらさないっていうのは素晴らしいし、プレイスタイルのプラスでもね、いいものついてるんで、パス面のところついてるんで、いいんですけど、やっぱりもっとシュートがね、上手かったりとか、ドリブルももっと軽かったりとかすると、非常にメタ選手にはなれたかなという風には
思います。ちょっとこうパス面だけみたいな感じに、なってしまって、まあデブライネのちょっとこう介護官みたいな、感じの選手のイメージになってしまったかなというふうに思います。まあエリクセン好きな方だったりとか、まあユナイテッド好きな方は全然扱えるぐらいには強化されたんですけど、まあただこの人もわざわざこうエリクセンをスタメンで入れるっていう人がどこまでいるのかっていう風な選手に、なりますね。で、そして続いては B ですね。B はですね、ナニ、そしてマゼラウィ、ジンチェンコ、ケシエ、目標で来ましたバイリー、そして SBC で来ましたオバメヤン。この6名になってます。何に関してもスキル逆足非常に素晴らしいと思います。で、この人に関してはやっぱりこれまでの選手とは違って能力がしっかり上がってますね。OVR も88まで高くなりましたし、冷静さも高く、敏捷性バランスも非常に高い数値になっていて、ドリブルに関しては軽い選手になります。スキル5こそないですけれども、やっぱり逆足が5でテクニカルのプラスも備えてはいるので、非常に強い選手になります。で、パス面も、ある程度は出せるみたいな選手、期待はしすぎることはないですけれども、ある程度は出せますし、スピードもちょっとあるっていう、そういう選手になるんで、結構ね、こういう人扱いやすい選手の中で、非常にこう結果も残してくれる選手になります。ケミは難しかったんですけれども、このレディオアクティブという風なイベントの中で、かなりケミは組みやすくなったんで、もしかすると使われる選手に、なるかなという風に思います。でそして続いてマゼラウィですね。この人も非常に、サイドバックとして軽さっていうのがありながら、スピードもあって、カンセロだったりとか、あとは、誰だろうな、カフーだったりとか、結構身長が小さくて扱いやすいという、そんなサイドバックになりますね。ウォーカーとかテオとかみたいな感じではないですね。なので攻撃に上がらせる、そういう風なサイドバックとして使うのが一番いいと思いますし、パスもね、意外と出せる選手にはなりますし、あとは守備のところのジョッキーでね、プラスがついているっていうのも、割といいかな。もともと扱いやすい選手、プラスジョッキーでね、細かいタッチにもね、相手の動きにも対応できるっていう風なところは素晴らしいなという風に思います。君は結構バイエルン1人いたら、もういけるんで、多分。なんでかなりケミは組みやすくって、もしかすると、カンセロに代わる選手になるかもしれないですね。逆足さんがね、ちょっと微妙だなっていう風には、思ったりしますし、フィジカルのところがどうかというところ、人によって気にはなるんじゃないかと思いますね。で、そして続いてはジンチェンコですね。ジンチェンコもですね、結構アップグレをされたかなっていう風には、思います。この人もどちらかというと、マゼラウィみたいなタイプになりますね。結構似ていると思いますね。ただジンチェンコの方が、よりちょっと持ちやすさっていうのがありますし、スピード、クイックステップのプラスがついているっていうのは、素晴らしいなという風に思います。この人もね、やっぱりサイドバックの選手として、上げる方が、よりジンチェンコの良さっていうのがわかるかなと、思います。パスはね、本当にめっちゃうまいし、ラストパスとかもね、斜めに通すっていうことができる選手に、なりますね。なんで、ジンチェンコをうまく扱えるっていう人も、普通にいるのかなというふうに思いますし、守備面は、そこまでこの人に関しては期待をしすぎることはないですけれども、意外とできるようになってる選手に、なるんで強化をされて、なんでかなり個人的には、普通に強い、全然スタメンには入ってくるかなと思います。で、そして続いてはケシエですね。ケシエようやく特殊が、来ましたね。初期、今作の開幕はケシエはよく自分は使っていて、金の時からね、使用感が良くて強かった選手になるんですけど、結構ボランチとして、でかくてごついという選手になるんで、ゴリッと取ることが、できます。本当にもうヤヤトゥーレだったりとか、ビエラだったりとか、そういう風なタイプのボランチの選手に、なります。ドリブル自体はちょっと重たさっていうのはあるんですけれども、その分やっぱり逆足4だったりとか、パスもある程度は上手い選手にはなるんで、かなりね、この人の値段そこまで高くはなかったはずなんで、コスパにはなるかなと、思います。普通にね、スピードもね、ある程度あるんで、結構普通にいい選手ですね。で、シュートも、いざとなれば打てるし、よりちょっとケシエがアップグレードしてほしかったなって思う部分は、やっぱプレイスタイルのところで、予測のプラスだったりとか、インターセプトのプラスだったりとか、守備面のところをより強化してくれるプレイスタイルがつけば、良かったかなというふうに思います。
で、そして目標で来ましたバイリーですね。バイリー。バイリー目標でゲットできる選手としては、普通に優秀な選手だと思います。スピードもある程度ありますし、この人はもともとちょっと大きめのセンターバックになります。で、守備もね、しっかりできる選手で、フィジカルも高いんで、割とありで、エボリューションでね、強化、多分いつしかのエボリューションできた選手で、自分もおすすめをしていた、選手にはなりますし、もともとのポテンシャルっていうのは高い選手に、なります。なんで目標で取って、特に初心者の方とか、無課金で頑張ってるっていう方は、バイリーは全然スタメンに組み込んでもいいのかなっていう風には思います。無料でゲットできる選手としては、全然今の環境ではスタメン張れるレベルにはなりますね。普通にありです。で、そして続いては SBC で来ましたオバメヤンですね。オバメヤン。オバメヤンはね、個人的には A には入れたかったんですけど、使った感じだと、微妙かなっていうのは思いますね。SBC 価格10万って安いから多分そういう風な感じになったのかもしれないですし、自分が使っていた時の試合がね、オバメがちょっと調子悪いなっていう試合だったのかもしれないですけど、ただ個人的には、A ランクトップクラスの選手ではないのかなって、思います。ドリブルは結構重たさっていうのがありますし、パスもそこまで上手くない選手になるんで、結構ほんとスピードと決定力っていう風な部分に秀でてる選手にはなるんですけど、スピードもね、ラピッドのプラスを備えてて、非常に素晴らしいプレイスタイルではあるんですけど、もっと速くあってほしいなって思う場面がね、多くって、なんかちょっと惜しいなっていう風には思いましたね。ただ10万のね、価値っていうのは全然ある選手だと思いますし、自分の使い方がね、悪かっただけかもしれないんですけど、ただ自分の個人的なティアリストとしては、A に行ってる選手の方が理不尽さっていうのは感じるかなっていう風には、思いますね。ただ、作っても全然ありだと思います。で、そして、続いては A ですね。A はですね、サムカー、そしてアラウホ、そしてクバラツヘリア、そしてオショワラ、グバルディオル、ソボスライ、そしてザハ、この7名になってます。まずは女子選手、サムカーですね。カーもようやく特殊が、来まして、強化を、されました。こういう人もね、ラピッドのプラスを備えていて、この人はね、普通に速さっていうのは、ある選手で、もともと身長も小さいっていうのもあるのかもしれないですけれども、小回りが効いたりとか、しっかりなんていうんですかね、扱いがしやすい ST の選手になりますね。で、決定力に関してはね、この人かなり高いです。金の時からそれはもう変わりませんね。開幕の時のサムカーっていうのはとんでもないシュートを決めてくれたりとか、本当に安心感がある、決定力っていうのはこの人備えてはいるので、抜け出されたらもう終わりですね。で、プレイスタイル、ラピッドのプラスと、あとは他のプレイスタイル、コントロールシュートだったりとか、クイックステップだったりとかはついてますし、あとはね、この人ね、ヘディング、なんかアクロバティックとか、パワーヘッダー、エアリアルとか、結構空中戦に関するものついてたりとか、ジャンプもね、結構高くって、ヘディング精度も高いんですけど、なかなかね、上げる気にはならないですね。身長が低いんで、ですけど、オプションとして、サイドバックとして、サイドバックと一緒に競るだったら、ある程度はまだ勝てるかなっていう風には、思いますね。この人でクロスゲーをするみたいな選手ではないんで、どちらかというと、8-2ぐらいで地上戦、空中戦みたいな感じで使うのがいいと思います。で、そして、続いて、アラウホですね。アラウホ。アラウホも強化を、されて、今作は、金の時、黒の時っていう風なところで、強い選手、もともと強い選手っていう風な感じですよね。エアリアルのプラスを備えた、ブロックのプラスから多分変わってるんちゃうかな。プレイスタイルが変更されたんですけど、個人的にやっぱり予測のプラスとか、そういう風なんがついてくれたらよかったなっていうのは思います。もともと空中戦、ね、低いってか弱い選手じゃないんで空中戦が、ちゃんと勝ってはくれるんで、エアリアルのプラスなくても。なんで、やっぱそういうようなところで予測とかがついていたら、本当にトップメタになったのかなっていう風には思います。ただ十分トップクラスの選手にはなりますし、値段も高いし、普通に強い選手には、なりますね。やっぱトリカンっていうのはしっかりしてる選手で、デカさっていうのもあるので、フィジカルで負けない選手になります。裏抜け対応っていうのもしっかりできる選手にはなるんで、普通に強い選手になりますね。で、そして、クバラツヘリアですね。クバも
TOTW を経て強化をされて、イベントカードは初になりますね。やっぱりもともと55っていうのは非常に素晴らしいですし、決定力もある程度ありながら、ドリブルも軽さっていうのがちょっとあるという選手になりますね。で、パスも上手いですし、スピードが単純に速さあります。で、ちょっと保険でフィジカルも持っていたり、するんで、普通にいろんなことが何でもできるという選手ですね。クロス上げることも全然できるし、自分で行くっていうこともできる選手に、なります。で、一応コントロールシュートもプレーサイズで持っているという感じですね。トリックスターのプラスはね、人によって、使う人使わない人いると思うんで、ここもやっぱりラピッドのプラスとか、クイックステップのプラスとか、またはもともと持ってる今週のプラスとかが持ってたら、より良かったかな。テクニカルとかがプラスになったら良かったかなっていうには思うんで、正直そこだけかなっていうのは思いますね。能力自体、もうちょっと、もちろん冷静さとか決定力とか欲しいところはあるんですけど、やっぱり55っていうのは本当に偉大で、やっぱり能力そこまで足りなくてもね、かなり強くなれるんで、55は。なのでそういう風なところで、個人的にはやっぱ S に上げたい選手というか、それぐらい結構ね、強さっていうのはある選手なんですけれども、やっぱりまだまだちょっと改善点は、1つ、2つ、3つぐらいある選手にはなるんで、個人的にはちょっと A にしました。でそして、続いては、オショアラですね。オショアラもですね、非常に強化をされて、もともと開幕の時はですね、非常に使われていた、選手になっていて、ちっちゃい選手でドリブルも軽くって、決定力が高くって、スピードが速いっていう選手なんで、扱いがしやすい選手になりますね。ただこの人、アクロバティックのプラス、ここはね、そんなにはいらないかなっていう風に思ったりは、しますし、今週のプラスとか、決定力のところがついてたらより良かったかなっていうのは思いますね。スピード面はね、別にプラスじゃなくても速いし、結構ね、置いていけたりとかは、する選手になるんで、やっぱ決定力高いんですけど、シュート力が低かったりとか、冷静さもかなり低いんで、そこをね、なんていうんですかね、気にさせない、やっぱりプレイスタイルのプラスがついていたら良かったなっていうのは、思います。意外とね、それ外すんやっていうのはどうしてもあるんで、それやっぱり冷静さの低さっていうのは、どうしてもあります。ただかなり使いやすい選手になりますし、相手に脅威をね、与えられる ST の選手になります。でそして続いてはグバルディオルですね。グバも非常に強い選手で、値段は20万ぐらいかな。思ったよりも、安いかなっていうのは思いましたね。ブロックのプラスを備えていてですね、パス面もね、ついているっていうのはこの人の良さかなと思います。本当センターバックとして万能ですね。軽くて、ちゃんと守備もできて、フィジカルでも負けない上に、取った後のパスっていうのもしっかり出せるという、そういう選手になる。あとはペースも速いっていうね。で、逆足4なんで、本当に素晴らしいなというふうには思いますね。何でもできる選手かつ、シュートブロックっていうのもしてくれるんで、守備でも貢献しながら、パス面、ビルドアップ面でもね、貢献ができる選手にはなります。ただセンターバック、そうね、LB できるんですけど、LB よりかはセンターバックの方が、最適かなというふうに思います。十分メタ選手ですね。で、そして続いてはソボスライですね。ソボスライも今作初特殊かな。TOW が来たんですけど、初特殊イベントカードになります。待っていた人は多いんじゃないかと思いますし、結構使われてもおかしくないぐらいの強さはあるかなと、思います。やっぱりね、中盤の選手として、スピードがね、87あるっていうのは結構でかいですし、シュートも上手いし、パスも上手くって、ドリブルはね、人によって重たいなっていうぐらいの選手に、なるんですけど、ただ推進力も、ありながらですね、トリベラのプラスがついていたり、ロングシュート値が高くって、カーブも高いんで、結構ね、アウトカーブは入るかなというふうに思いますね。なんでそういう意味でかなりメタ選手だと思いますし、勝利に貢献をしてくれるような中盤の選手に、なりますね。で、4-4あるし、逆足でもスキルもね、使えるっていう、かなり万能型で、さらにゲーム向きというか、ゲームでも強い、そういう選手にはなります。ケミも合わせやすく、なりましたんで、本当に結構使われるかもしれないですね。でそして続いてはザハですね。ザハはね、やっぱ逆足3っていう風な部分がネックですね。それ以外は、普通に強いですね。クイックステップのプラスを持っていたりとか、あとはテクニカルを持っているんで、プレイスタイルの、
数自体は3つで少ないんですけど、ただいいもの持ってるなというふうに思います。スピードで置いていけますし、かつフィジカルもね、ちょっとこの人はデカさもあって、体で負けないっていう力あるんで、ドリブラーの方はね、めちゃくちゃザハはね、合うと思います。で、ドリブラーの方じゃなくても、スピードで置いていける選手になるんで、パス自体はね、そこまで、期待をして出すほどではないんですけど、本当ドリブルっていう風なところと、シュートもね、結構決めきれるような選手にはなってるんで、逆足さんではちょっと決めきれないけど、右足で打てれば、結構決めてはくれるんで、サイドアタッカーとして、本当逆足さん以外は、普通に強いなという風に思います。で、そして続いては S ですね。S はですね、ベンゼマ、バルベルデ、カンテ、メッシ、この4名になります。そうそうたるメンツで、多分全員100万超えてるかなというふうに思います。ベンゼマに関してはやはり今週のプラスを備えながらもペースが上がりましたね。プラス1ぐらいかなですけど、でかいと思います。やはりスピードで行くっていうことも状況によってはできるんですけれども、いけなかったとした時のオプションも、この人はしっかりあります。パスでね、違いが作れる選手にはなりますし、先ほど言った通り今週をね、理不尽なシュートっていうのも打つことできます。単純に今週じゃなくとも、しっかりと逆足、でも決めきれる決定力っていうのを持ってる選手にはなりますし、ドリブル自体は、めちゃくちゃ軽いかって言われたらね、そこまでではないんですけど、ただ、十分扱える、ドリブルの軽さっていうのはあるんで、本当に万能型の ST で44あるっていう、本当に素晴らしいなというふうに思いますね。で、あとはバルベルデですね。こちらも最強クラスの選手に、なります。今の TOTW ですら、正直トップオブトップの選手なんで、そこから能力上がれば当たり前にこっちも強いだろうという選手になりますね。で、こちらのバルベルデは容赦なしのプラスになったのかな、ってに思うんですけど、とんでもないね。これ、プラスになったことによって、やっぱりより1試合通して活躍ができる、選手にはなりましたし、もうそれ以外で完璧ですよね。やっぱ中盤としてペースも90ありますし、速さっていうのがありながら、本当にディフェンスでは刈り取ってはくれますし、攻撃的な選手ではないかもしれないんですけれども、本当に攻守にわたって万能な動きができたりとか、逆足はね、4ですし、しっかり決めきれるシュートっていうのもね、ある程度あるんで、スキルこそ使えない中盤にはなりますけれども、ただ、全然そんなマイナスがあったとしても、他の、能力強さっていうのがプラスになるんで、最強だなというふうに思います。で、そして続いてはカンテですね。カンテはですね、ペースがかなり、上がりました。エボリューションで強化をしたカンテの方がペースあるんちゃうかと思ってましたけれども、ただこちらもペースが80まで、上がって、さらに予測のプラスになりました。インターセプトのプラスかなから、この予測のプラスに変わって、これはかなりの強化をされたなと。思います。フィジカルに関してはカンテは正直気にはならないです。自分自身はカンテのフィジカルはあまり気にしたことはないですし、しっかりでかい選手、相手がでかい選手でも刈り取る力っていうのがもともとあって、この強化カードには予測のプラスがついてるんで、よりそこがブーストされたのかなというふうに思います。守備に関しては本当に一級品。その後のパスっていうところだけカンテは、気をつけた方がいい。特に逆足で出した時のパスっていうのは、どうしてもまだまだ改善は必要だとは思うんですけれども、ただ、非常に守備で貢献をしながら、パス面は他の人に任せてっていうことは全然できるんで、素晴らしいですね。かなり強化をされた選手だと思います。で、そして続いてはメッシですね。リオネル・メッシ。レディオアクティブの中で一番の大目玉の選手かなというふうに思います。テクニカルのプラスもともとついていながらですね、プラス2上がりかなをされた、そういうカードになります。44ありながらですね、スキルとか使わなくてもいいと思います、この人に関しては。ドリブルの軽さとテクニカルで持っていけはしますし、その後の、決定力っていうのも非常に高くですね、パスも出せるんで、本当前線として何でもできます。本当に何でもできるし、あとはフリーキックも蹴れるし、パスもね、単純にうまい。プレイスタイルを見てもパス面ついてたりするんで、
本当にもうドリブルでもいけるし、パスでもね、散らせるし、本当ね、なんか、相手からすると、どれを切ったらいいんだみたいな、そういう状況になります。後出しじゃんけんができるというか、相手がパスコース切ってきたら自分で行きゃいいし、突っ込んできたらパス出せばいいし、非常に素晴らしいなというふうに思いますね。意欲はね、攻撃の意欲が低いで、守備の意識も低い、ローローって珍しい選手だと思うんですけど、まああまり自分はメッシに関しては、関係ないかなっていうふうには思います。まあ、という感じで、こちらが新イベント、レディオアクティブのティアリストになります。まあ、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。